ちは、まゆチャンネルです。今日はアメリカで豚汁を作ってみようと思います。で、こっちで買える食材とかね、そういろいろあるから紹介していきます。まず味噌。これは味噌、もう簡単、味噌&イージーって言って、もうペーストになってるんで、そのままあったかいお湯に入れればすぐできちゃうよっていう優れもの。これを使います。だしとかも入ってるからね。これが人参で、アメリカの人参ってベイビーキャロットって言って、もう皮も剥かれた状態でできてるっていうか売られてるので、これすごい便利なんですけど、よく使ってるこれと、あと大根は近くの日本アジアマーケット、アジアのスーパーマーケットで買ってます。ちょっと半分使ってます。で、あと豆腐は東屋さんの豆腐を買ってます。 1.5 ドルぐらいで、白菜もちょっと昨日ね、ちょうど餃子を作ったので、その時に半分使っちゃったんじゃないんですけど、これも使っていく。で、アメリカは豚バラがもうブロックでしか売っていないので、今日はまずこれをスライスするところから始めます。で、一応材料は今日はこんな感じなんですけれども、作っていきたいと思います。これがですね、お肉のスライサーなんですけれども、非常に便利で、豚バラとか全部なんていうの、お肉ってアメリカって塊でしか売ってないってさっき伝えたと思うんですけど、そうなんですよ。で、これを使うと、厚みとかも自分で決められるし、すごい便利なんですけど、後ろがこんな感じで、何ミリとかわかんない、ミリかわかんないんだけど、メモリがついてて、どんぐらいの薄さで薄切りしたいかこうやって決められるようになってて、今日はだいたい2と3ぐらいのところでこうスライスしていこうかなと思います。ままじゃね、ちょっと長すぎるから、半分に切ってからスライスします。よし、このスライスでやっていきたいと思います。よいしょ。スライスをするのにさ、凍らすのを忘れてしまった解凍してしまったんだよね。凍らしてたんだ。肉が暴れている。これを使うとお好み焼きとかのフォークに豚バラにもできるんだよね。お肉が動いてしまう。これはちょっと豚あれだね。いきます。難しいね、やっぱり凍らしてないと。凍らせとけばよかったと後悔の嵐。よいしょ。はい。でもまあなんとかするしかないから頑張ります。こんな感じでちょっとそぎりになっちゃったものは自分で手で切ります。でもとりあえずちょっとこれでスライスができたので、じゃあ切ります。薄切りに切ればまあ何でもいいから食べれればいいからね、別に何でも OK なんだけど、なんかね、今日は夜はママとパパが作ってくれるって言ってますので、今日はね天気が悪くて、本当はね天気が良かったらちょっと別で紹介したいものがあったんですけど、ちょっと無理だったので別日にやろうかなと
蓋はとりあえずこれで完成したので、次ちょっとまな板を洗います。よし。では野菜たちを切っていこうと思います。野菜も適当でいいかなとは思うんですけれども、まずは白菜から切っていこうかな。白菜と、大根と人参なんだけど、今日白菜は適当にざく切りでこんな感じで適当に切っていきたいと思います。はい、白菜終わりです。もう2、3人前だからね、そんなにたくさんやんなくていいからね。いい感じで、きゅうりもどうやって切ろうか。まあこう横に切ってちょっと薄切りという感じにしようかな。こんな感じで切ります。よいしょ。サンフランシスコ動画がすごく再生が回って嬉しいので、ぜひ皆さんできればなんですけど、チャンネル登録していただけるととってもモチベーションにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。で、もうちょっとかな。1、2、3本ぐらい使おうかな。よいしょ。今日はね、雨だからね、ちょっとあんまり嬉しくないですけど。なんかね、アメリカ人のお父さんとお母さんたちが、私が作った餃子を食べてくださったんですけど、餃子とわかめスープ作ったんだけど、わかめスープもね、難しかった。なんかこうヌルヌルしてるじゃない？ちょっと難しいみたい、アメリカ人の人からわかめ。そう。どうだろう、人参もう少しあった方がいいかしら。もうちょっと。よいしょ。でもやっぱりさ、こっちのスーパーだとなかなかこう日本食が作れるような食材が売ってなかったりするからね。よし、じゃあ人参はこんなもんでいいかな。次、大根。アジアスーパーで買った大根、ちょっと洗おう。ひげが生えているこの大根ちゃんで、よいしょ。こんな中につけようかな、皮を。皮は私さ、剥くのすごい不得意なんですけど、どうやってピーラーとかでやった方が早いんだろうけど、まあいいです。こうやって頑張って自分で。引っ越してからすぐにさ、働けなかったからさ、家事しかやることがなくて、なんか結構極めたんですよ。いろんなもの作ってみた。肉じゃがとか、さっきのスライサー使うとさ、肉じゃがとかもスライスできて、ほんといい感じだったんですよね。よいしょ。よいしょ。私の包丁さばきが危ねえよっていうコメントが来そう。料理教室に行ったんですよ、日本で。よいしょ。引っ越す前に、日本食作れるようになっていった方がいいよってお母さんに教えてもらったっていうか、お母さんに言われて BC クッキングに行って、まあかなり頑張りました。基礎コースみたいなやつは全部やったんですけど、よいしょ。割と楽しかったです。でもなんかあんまりこう日本では、なんか日本って一人暮らしとかだとさ、外食しちゃった方が安かったり楽だ、確実に楽だし安いんだよね。だからなんかあんまり自炊する必要性がなくて、いつもなんかどうか牛丼食べてから帰ったりとか。牛丼とかさ、500円ぐらいで食べれるでしょ。
でさ、マックもさ、なんかアプリとかでさクーポン使えばさ600円ぐらいでさ照り焼きマックバーガーとか食べれたんだよね。だからなんかこっちだったらさ、もう全然照り焼きマックバーガーもうそもそも売ってないんだけど、ビッグマックだけでも2000円ぐらいすると思う。普通にビッグマックセットとかでジュースとポテトつけて超高いんだよね。普通にめっちゃ高いから、なんかメリットがない。なんか安くて早く出てくるからファストフードっていいって思うじゃん。いいじゃん普通に。けど早いだけで高いからなんかメリットがないし、体に悪いしさ、あんまり良くないじゃん。だからなんかメリットを感じなくてあんまり食べない。だから結局さ、ご飯食べに行ってもさ、絶対チップがかかるし、それだったら自分で作った方がいくねってなるから。OK。これで大根もできたから、よいしょ。まずは半分に。おお、硬いな。この大根すげえ硬い。よいしょ。まあ食べやすい大きさにこうやって切って。カメラの位置とか大丈夫かな。なんか綺麗に映ってるかな。大丈夫。よいしょ。この前さ、街レポをしてさ、音があんま、なんていうの、風がバサバサしたりとか、音があんま綺麗に撮れてなかったから、聞き取りづらいの嫌だなと思ったからマイクを買いました。明日届くそうなので、届いたらそれを使って発電をして、みんなに綺麗な音で聞いてもらえるぞと思って嬉しい。楽しみだな、新しいマイク。はい、こんな感じで全ての材料が切り終えたので、豆腐は最後にね、適当にまた切るから、まな板いらないから、とりあえずまな板がいるものだけ切っていきました。焼いていきます。それではまず豚肉から炒めていこうと思います。ごま油っていうんだけど、私ごま油って言っちゃうんだけど、ごま油ね。ごま油、これはアメリカで買いました。アジアンマーケットで売っております。このごま油を使ってまずお肉を炒めていきます。今ね、火をつけますね。今日でこのごま油をすべて使ってしまおうかなと思います。はい。で、次炒めていきます。だいぶ暖かくなってきたので、まず豚バラから炒めていきます。じゃー、豚バラの色が変わるまで豚を炒めたら、次は白菜の硬いところ、芯のところと人参と大根を入れます。で、最後に煮てる時に葉っぱ側を入れるといいみたいなので、まずは豚肉から炒めていきます。なんかこれ上手なアングルが見つからないね。よし、これでいいか。色が変わるまでしっかり炒めていきます。ごま油の匂いがとってもいい匂い。こんな感じでしっかり炒めて、ちょっとなんか太いところがあるから、これは私が食べよう。なんか昔子供の頃よく豚汁食べてたんですけど、私すごい豚汁が好きで、お母さんよく作ってくれたなと思います。あ、いい感じに色が変わってきたね。よし、そしたらさっき切った野菜たちをぶっ込みます。野菜さんたちの特に硬い部分からぶっ込んでいきます。白菜の芯の部分、そして大根、ちょっと芯じゃないけどまあいいでしょう。で、これを炒めます。はい。で、最後に白菜の葉っぱを、最後っていうかちょっと茹でたら煮たら
これだけ残ってます。低いアングルが。こんにちは。サムネにしようか、これ。で、ここでね、本当はだし汁を入れるのがいいんだけど、この味噌にもうすでに入っているので、今日はだし汁は割愛するね。で、お水だけ入れてみようか。お水はまあどれぐらい入れようかな。このお野菜たちが浸かるぐらいまで入れればいいかなと思うので、お水をしっかり入れて煮ていきます。まあなんか分量は適当で、あとはね、煮たら味を整えればいいから、お味噌の量とかで。よし、いい感じです。で、これで10分くらい煮て、でアクが出たらアクは取ってみたいな感じで作っていくんですけど、しばらくちょっとこれで沸騰してアクが出るのを待ちたいと思います。前回のどうでしたか？アメリカサンフランシスコ移住動画楽しんでいただけましたか？結構なんかね、再生数が伸びててめっちゃ嬉しいです。前回のバンジージャンプの動画を2日で抜きましたね再生回数すごいっすね。私的にはバンジーの方が内容っていうか、なんかリアクションとかあったりとかで面白かったかなと思ってたんですけど、今回の1時間もあったしね、サンフランシスコ散歩のね動画が、そうだから意外と思ってびっくりしましたでもみんな見てくれてたらめっちゃ嬉しいし、評価もいいねもいっぱい押してもらえるとすごいモチベーションにつながるので、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは10分ぐらい経ちました。こんな感じでアクがすごく出てきたので、この辺のアクをこう取りながら、よいしょ、こんな感じで取りながら、いらないアクをこんな感じで取ります。沸騰してから今ね10分ぐらい経ったんですけど、まあいい感じにお野菜の色も、ちょっと人参少なかったもまあ人参はねだいぶ色ってきたから、このタイミングでさっきの白菜の葉っぱを入れようかな。じゃあちょっとさっきの白菜の葉っぱを入れていこうと思います。じゃ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 塊になっちゃった。これであと3分くらい炒める。本当はここでねお出汁を入れるんだけど、今日はないので、味噌に入ってから大丈夫なのでこれでいきます。結構ね出汁がねあんま売ってなくて、結構それがね最初どうしようと思ったんだけど見つけたんですよ。それがどこで売っているかを。ちょっと遠いんですけど、フリーモントにある大阪プレイスマーケット、大阪マーケットっていうところがあって、そこに売ってました、だしが。だから結構日本から持ってこれないリストに多分入ってるからあれなんですけど、そこで買えるからね。でだいぶなんかその10年くらい前に私留学してたんですよ、アメリカに。でその時と比べると今の方がなんかやっぱ日本食すごい有名になってきたのかな、この10年で。なんか結構売ってるお好み焼きのおたふくソースとかも売るようになったし、で昔はもっと高かった、売ってたかもしれないけど高かったと思う。で、今も高いけど昔ほどではないかなという感じがするね。結構その昔売ってなかったようなもの結構見つかる。カレーのルーとかも昔は
すっごい高かったの。もうはって感じ。なんか6皿分でなんか8ドルとかしたの。びっくりするでしょ。でって思って、でなんかカレーのルーも本当に本当はあれなんですって、日本から持ってこれないものなの。牛肉エキスが入ってるから。でなんかこっちで売ってるものもなんかちょっとやっぱ違うらしい。試したことはないんだけどね、まだ。バーモントカレーとかもなんかパッケージ英語になってて、そうけどちょっとなんか味が違うみたい。今度試してみようかな。そう、これで3分ぐらい一旦煮ます。でこの後お味噌を注入して豆腐を入れたら終わりで、豆腐結構大きいからさ、半分ぐらいこれ使おうかな。何グラム入ってるか、454グラムも入っちゃってるからそんなにいらないので、今日は半分ぐらい使ってやろうかなと思います。さあグツグツして美味しそうだな。残りの白菜も入れて今とっても美味しそうな匂いがしております。具だくさんだね。とっても具だくさんで美味しそうだね。じゃあちょっとお味噌を入れていく。でお味噌の量なんだけどマジで適当でいいから、これ適当でいいからね。なんか作り方を教えてって、昨日もね餃子作ったんだけどインスタのストーリーでねあげたら、アメリカ人の同僚が作り方教えてってすごい教えてって言われたんだけど、いやーどうやって教えよう、動画があるじゃんと思って。だから今度餃子の作り方もね英語字幕つけてやろうかなって思う。本当はこれ火止めてって書いてあったんだけどレシピには火止めてません。超適当なので、私適当飯なんですよ基本的に。超大雑把なんで。はい OK で味見して、薄かったら入れればいいし濃いかったら水足せばいいから、そんな感じで適当でいいんで。お味噌の匂いがいい感じでございます。さあこれはね、じゃんじゃじゃーん、豆腐。なんか豆腐って私絹豆腐とかなんとかの豆腐いろいろあるんですよ。この豆腐すき焼きとかに入れると美味しかろうと言われる、形が崩れにくいやつ、固めの豆腐が今日はちょっと採用されました。いつもはね私トロトロのほんと醤油かけて食べれるようなやつが好きなんだけど、まあ豆腐は柔らかいので手の上でも何でもいいかなと思うんだけど、こんな感じで切っていきます。怖い。これじゃあまだ大きいのでもう一発横という感じで切ろうか本当はもっと切り方あるんだけど、私は料理下手くそ界隈なので、よいしょ、はい適当です。で豆腐ちゃかっと入れて、あとはもう弱火でグツグツしてれば出来上がりなんでね、もう楽勝ですよ。よいしょ。ただその豚バラだけがどうしてもちょっと手間だよね、こっちだとね。もういつもめんどくさいからそのままブロックでやってんだけどさ、火が通らないじゃん。そうすると時間かかっちゃうからさ、今日はちょっと動画にもするし丁寧にしたんだけど、はいできました。これで豆腐ちゃんが終わりです。半分豆腐を使います。あとはもうただダラダラと、なんかさちょっと色薄い感じする。ちょっと味見してみますね。今豆腐入れたばっかだからあれだけど、ちょっと違うところを味見してみます。そう、ここね言ってなかったんですけど、旦那様の方のご実家なんですよ。今日はご実家に泊まらせていただいていて、ご実家がね牧場なの。さっき紹介したかって言ってたのが、なぜ紹介したかったのかって言うと
卓上なんですよ。お馬さんが3頭、まあ大きいお馬さんが2頭と、あとポニーが1頭いて3頭みたいな感じ。でも今日はねちょっと雨降ってるから撮影できなかった。あ、薄い。なんかまだ全然薄かった。もう少し入れます。さっきのこのしゃもじ1杯分ぐらいだったけど、多分もう1杯ぐらいいっても全然 OK。 全然薄かった。白菜味見。おいしい。でもアメリカのさキッチンってすごく広くてさ、なんかオーブンとかもめっちゃ大きくて、なんかすごい料理 しやすいというか、料理がすごい楽しくなるのね。なんか前私東京に住んでた時さ、すっごい狭いのね、キッチンが。切るところがなかったの。なんていうの、まな板を置くスペースもないぐらいのところだったのね。だからなんか料理するのってさ、やっぱりなんか切れないとさちょっと楽しくないじゃん。だから私包丁の使い方が下手なのだからとかじゃないんだけど、まあ言い訳なんだけどそれは。でもあんまりなんかその包丁を使わない、ほんとなんかもう肉を焼くだけとかそういうのばっかりだった。肉を焼いて焼肉弁当とかステーキ焼いてステーキ弁当とかそんな感じだったから、日本だとね、自炊する時はこんな豚汁なんて作ったことなかったですね、日本でむしろ作ったことがなかった、自分で。 OK、 さあちょっと味見をしてみます。はあ、さっきよりかはいい感じになってるといいんだけどな。よいしょ。どうだろう。あったまる。今日は外が寒かったからあったまる。もう一回行こう。美味しい。イエーイ、できました。完成です。見てみてください。じゃんじゃん。できました。豆腐豚汁、豚汁失敗した。豆腐豚汁in アメリカ、イエーイ、完成。美味しそう。いい感じ。喉が鳴りますね。はい、ではできました。豚汁。ちょっとなんか画角が悪い。はい、豚汁できました。イエーイ。じゃあ食べていこうと思います。はい、出来上がりましたので食べていこうと思います。豚汁。美味しいです。豆腐。アメリカの食材でも美味しい豚汁ができました。よかった。もうちょっと濃くてもいいかも。多分まだ染みてないのかな。お母さん初めての豚汁。豚汁を食べます。飲みます。美味しいですか？とても。ハッピー、イエーイ。前回の動画が長かったから今日は短めのクッキング動画にします。そして前回のエンディングがなかなか意味のわからないところで終わってたのは、あれは旦那を迎えに行かなくてはいけなくなってしまったという、ちょっと仕事が早めに終わってで、もう撮る時間がなかったのであれで終わってしまいました。すみませんでした。すみませんでした。なので今日はこれで終わりです。ありがとう。また見てね。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。バイバーイ。